はい、皆さん、こんにちは。モノルです。いや、今シーズンの Apex なんか楽しいなって思うんですよね。結構ね、最近としてやってる方だなって思うんですけど、皆さんはね、いかがでしょうか。やっぱなんだかんだ言って Apex って面白いゲームだなってすごく思うんですよね。はい。で、私これまでね、3、40個ぐらいのコントローラーをレビューしてきました。で、他のゲームのね、おすすめコントローラーだったり、一通りのね、PC 向けのコントローラーとしてのおすすめのコントローラーだったりっていうところをね、ご紹介してきたんですけど、今回はね、Apex Legends のね、おすすめコントローラーっていうのをランキング形式でご紹介していきたいと思います。まずはね、Apex Legends で使うゲームパッドっていうのはどういうのを選んだらいいのかっていうところからお話していきたいと思います。まず一つ目はね、追加ボタン数が2つ以上あるっていうことですね。最低でもしゃがみとね、ジャンプぐらいは割り当てたいなって思います。欲を言ったらね、もう2つぐらいですね。追加ボタン数4つ以上ぐらいあるとすごくいいかなって思います。Apex Legends は本当にね、操作するボタン数が多いゲームです。他のゲームと比べてね、かなり多めなので、追加ボタン数っていうのは多い方がいいです。もちろんですね、モンハン持ちですね、黒持ちとかできる方はね、それで全然十分かなと思いますね。実質ね、追加4ボタンっていうことになるので、ただこれがね、できないっていう方は、ぜひね、追加ボタン数は4以上ぐらいあるものを選んでいただいたらいいかなと思います。次にですね、このね、トリガーですね。トリガーっていうのは、トリガーストップがついているものが理想的ですね。普通のトリガーだとこういう風にね、深く押し込めてしまうんですけど、これだとね、どうしても操作がね、ちょっと遅くなるとかね、遅れたりとか、連打がしづらいとかがあります。トリガーストップっていうのはね、オンにすると、ここがボタンになったりとかね、ストロークが短くなって、連打がしやすくなったりとかね、操作が素早くできるようになるっていうね、そういう仕組みのことで、これはね、ほぼ必須かなと思います。またね、ボタンにはいろんな種類があってですね、従来のデュアルセンスとかで使われているメンブレンタイプっていうね、ボタンですね。こちらはね、静音性が高くて、押し心地が柔らかくてね、そういう良さっていうのはあるんですが、最近だとね、いろんなボタンが出てきてます。タクトスイッチのタイプのボタンですね。カチカチとした押し心地のボタンと、マイクロスイッチのボタンですね。どっちかっていうとプチプチしたような押し心地で、よくね、マウスクリックって言われます。マウスのボタンに使われているボタンがマイクロスイッチだからですね。こういうボタンがあります。一番ね、押し心地がいいなって私が思うのはマイクロスイッチですね。特にトリガーのところはね、射撃とかでかなり使ってね、なるべく素早くですね、しかも押し心地がいいものが理想かなと思うので、マイクロスイッチのボタンっていうのはすごくね、理想的かなと思います。また、遅延が少ないっていうこともね、Apex では重要かなと思います。コントローラー自体ね、いろんなコントローラーありますけど、それぞれ遅延が違ったりしますね。最近のコントローラーだと有線接続する場合はね、問題になることってほとんどないんですけど、もしかしたら遅延が大きいから、うまく当てられないんじゃないかみたいな、そういうね、変なところで、不安になる必要がないっていう意味でもね、やっぱり遅延っていうのは少ないに越したことはないかなと思います。最後にね、やっぱり Apex Legends みたいな FPS ゲームで一番大事なのは、エイムがしやすいことと、とにかく敵に弾を当てられるかどうかですね。この4つどれも妥協するっていうのはしたくないかなっていうふうに思います。いやいや待てよと。コントローラーによってエイムのしやすさとか当てやすさなんて変わるのってね、そういうふうに思われる方もいるかもしれません。実はですね、コントローラーによってスティックの感度ですね。スティックをどんだけ動かしたらどれだけね、視点が動くのかっていうのはね、実は違うんですね。特にね、ホールエフェクトセンサーって言われるですね、ドリフトしづらいよって言われてるようなスティックは低感度なことが多いです。低感度だとかなり当てづらくなりますね。某プロゲーマーさんですね。コールオブデューティの方のね、プロゲーマーの方曰くですね、ホールエフェクトは FPS ゲーム向きではないよってね、そういうことを断言されてたりもします。実際私もね、いろんなコントローラーをね、触ってきてですね、低感度なスティックのコントローラーは本当に FPS ゲームには向いてないと思います。じゃあどんなコントローラーが FPS ゲームに向いてるかというと、スティックの感度がリニアであるっていうことです。
リニアであればね、2倍スティックを倒せば2倍の入力になって2倍ね視点が動く。厳密に言うとですね、ゲーム内でちょっと加速がついたりしてね、違うことはあるんですけど、おおむねそういうね、スティックの倒し方がそのままね、画面に反映されるっていうね、そういう感度がリニアになります。私の感覚では間違いなくリニアな方が当たって、リニアよりも高感度でも低感度でもダメです。コントローラーによってはね、感度をリニアにすることが可能なので、ホールエフェクトとかね、そういうセンサーのスティックのコントローラーでもですね、リニアに修正することができます。なんでね、スティックがリニアになるコントローラーであればいいっていうことですね。さらに言うとですね、実際の当てやすさっていうのはね、他の要素もすごく複雑に絡んでくるようです。スティックが反応する領域が十分広いかどうかであったりですね、スティックの入力遅延が小さいかどうか、あとはね、スティックのステップ精度って呼ばれるですね、スティックの倒し方をね、何段階検知するかっていう精度であったりとか、入力値をね、どれぐらいフィルタリングしてね、ノイズを減らしているかっていうね、その程度とかね、そういったいろんなことが複雑に絡んでいるようです。このあたりね、何がどれだけ、実際に当てやすさに、影響しているかっていうのは分かっていない部分なので、実際にコントローラーをつないでみてですね、Apex をプレイして試してみないと分からない部分があったりします。こういったところを全て検証した上でですね、今回はランキングにしました。私のね、おすすめコントローラーの動画ではいつも言ってることですけどね、今回ランキングに載せているコントローラーすべてね、おすすめできるコントローラーを厳選しています。ランキング上低かったからといってね、悪いコントローラーっていうわけではないので、その辺はちょっとね、念頭にご視聴くださったら嬉しいです。そしたらね、ランキングの方に行ってみましょう。その前にね、よろしければ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、まず第7位はDualSense Edge ですね。このコントローラーですね、1年以上かな。ずっと Apex で使ってきたコントローラーで非常にやっぱりいいコントローラーだと思います。スティックのレスポンスカーブについてもですね、リニアになってますね。この画面上のね、レスポンスカーブの見方はですね、横軸がスティックを物理的に倒していった距離で、0が中立ですね、離した状態になっていてですね、リニアとの誤差が縦軸になってます。0% のところでまっすぐにね、なっていればリニアっていうことで、さすがにね、このコントローラーはアルプス製の接触式スティックを採用しているということで、リニアなコントローラーっていう風になってます。やっぱりね、DualSense とか DualSense Edge っていうところがですね、Apex をプレイする上ではね、基準になってくるかなと思います。私もね、いろんな、コントローラーの検証をするときにはですね、この DualSense Edge と比較をしていたりします。良いところはやっぱりそういうね、ソニーの純正っていうところの安心感ですね。と、やっぱりエイムがしやすいっていうこと。あとはね、どうしてもアルプス製のスティック、接触式のスティックだと、長く使ってるとドリフトっていうのをしてきますが、このね、DualSense Edge はスティックを交換することができます。はい、こんな風にね、カバーを簡単に開けることができてですね、ここからこうやって、スティックを外すことができるんですね。でこのモジュールだけをね、2000円か2500円ぐらい出して購入してきたら、こうやってね、新しいモジュールに入れ替えることができてですね。はい。これで、またね、新品同様のね、ドリフトのない、スティックで、楽しめるっていうことになってますね。とは言ってもですね、やっぱりちょっとね、33,000円っていうね、価格はちょっとだいぶ高いかなと思います。またね、DualSense とね、同じようなサイズ感なんで、かなり、サイズ感が大きいっていうところと、重量も 325g とかなり重めです。またね、冒頭にもね、お話ししたようにですね、背面ボタンできれば4つは欲しいかなっていうところでね、ちょっと背面ボタン数も物足りなさを感じます。最近ではね、もっと、いいコントローラーが安い価格で手に入るようになってきているのでですね、現状ですね、DualSense Edge っていうのをね、積極的に選ぶ必要はないのかなっていうふうに私は感じます。そんなわけで7位にランクをしました。はい、続いてね、6位がこちらのコントローラー。レイザーのウルヴァリン V3 ですね。
こちらはね、プロの方なんですが、有線接続のみのバージョンのね、トーナメントエディションっていうのが比較的安い価格でね、販売されているコントローラーになります。こちらのコントローラーですね、残念ながらスティックのレスポンスカーブはかなり低感度なホールエフェクトのコントローラーとなってますが、スチーム入力の方でね、設定をしてあげることでリニア化っていうのができてですね、リニア化すればまあそれなりにね当たるかなっていう風にすることができます。なんと言ってもですね、このコントローラーのいいところはですね、この、高級感ですね。まあとにかくね、レーザーの製品っていうことですごく高級感があります。あとね、背面ボタンがこのように4つついていて、さらにトップにもね追加ボタンが2つついているんですが、この、背面ボタンがねものすごく押しやすいです。現状出ているコントローラーの中で一番私は好きな背面ボタンになってます。まだね、握った時の握り心地とかも非常にいいコントローラーかなと思います。ホールエフェクトスティックなので、劣化によるドリフトが少ないっていうところもいいポイントかなと思います。またね、最近ですね、つい4月の9日あたりにですね、ファームウェアアップデートがあって、プロの方ならですね、かなり多機能にいろんなボタンの割り当てができたりとかですね、再キャリブレーションというのもできるようになりました。残念ながらトーナメントエディションの方にはまだファームウェアのアップデートは来てないんですが、そのうち来るかもしれないですね。はい、続いて5位が X ゲーミングファントムと Void Intuition Pro といったね、カスタムコントローラーになります。2台あるんですけど、それぞれちょっとご紹介していきたいと思います。まずはこちらのね、ファントムっていうコントローラーですね。こちらもね、ホールエフェクトバージョンと、普通の接触式のね、標準バージョンっていうのがあるんですが、Apex Legends で使う場合は標準バージョンをおすすめします。標準バージョンであればデュアルセンスエッジとかと同じね、リニアなスティックの感度になるので、そちらでね、使うのがエイムしやすくて当てやすいのでおすすめですね。で、このコントローラーはですね、振動除去とかね、アナログトリガーとかがね、なくなっていないので、普通にこのままね、デュアルセンスとしてね、使うことができるっていうのが非常にいいところですね。普通にね、PlayStation 5につないで、アナログトリガーで使うっていうこともできて、振動も楽しめます。またね、背面ボタンと、このね、トリガーストップのボタンっていうのはマイクロスイッチになっていて、すごく押し心地がいいです。背面ボタンの配置もね、X ゲーミングファントムに関してはすごくね、いい場所にあるので、背面ボタンも結構押しやすいかなと思います。ただね、やっぱりカスタムコンなんでかなり価格は張るっていうところと、デュアルセンスなんでかなりサイズ感は大きめです。背面ボタンがね、こう出っ張ってる分ですね、さらにね、普通のデュアルセンスよりも大きく感じるかもしれないですね。また、アルプス製スティックなので、劣化によるドリフトっていうのは起きてしまうかなと思います。はい、続いてね、ボイドのインテュイションプロですね。こちらもね、アルプス製スティック版がおすすめになってます。このコントローラーね、先ほどの X ゲーミングファントムと違うところっていうのはですね、アナログトリガーがオミットされてね、スマートトリガーっていうね、こういう、もうほとんどね、押してるか押してないかわからないようなストロークのね、ボタンにトリガーが変わっているっていうところです。この超ショートストロークのトリガーっていうのが、まあすごくね、Apex Legends には向いていていいですね。このボタンでエイムと射撃っていうのをやるのはね、ものすごく快適で素晴らしいコントローラーです。あとね、Void Intuition Pro に関してはいろんなカラー展開があったりとかですね、コラボモデルなんかも販売されていたりするのでですね、自分の好きなね、推しのコントローラーを選ぶっていうのもありかもしれないですね。まあ、ただね、価格の方はやっぱりすごく高いっていうことと、サイズ感も大きめです。でね、ボイドインテュイションプロのね、パドルタイプっていうものに関しては、ちょっとね、このパドルの背面ボタン、押し心地が悪いかなと私は感じました。ただね、ボイドゲーミングのコントローラーに関してはね、トッププロ選手たちが使っているようなコントローラーっていうことで、まあそこのね、安心感っていうのはかなり高いかなと思います。まあこのね、カスタムコンに関してはですね、
PlayStation 5でね、使えるコントローラーが欲しくて、背面ボタンがね、4つついているのがいいよっていう方にはね、非常におすすめのコントローラーになってます。はい、続いて4位がこちらのコントローラー、ゲームサーのサイクロン2になります。こちらのコントローラーのスティックは、ホールエフェクトよりも新しい世代の TMR っていうね、センサーを使った、スティックになっていて、デフォルトのままではかなり低感度なスティックになってしまっています。なので、設定ソフトの方でリニア化っていうことをやってあげる必要があります。ただ、リニア化をね、してあげさえすれば、すごく当たるコントローラーっていう印象があります。また、TMR スティックはホールエフェクトとね、同じで非接触式のセンサーを使ったスティックになるので、劣化によるドリフトが少ないっていうのもいいポイントかなと思います。このね、サイクロン2は有線接続時の遅延もものすごく小さいので、遅延の大きさっていうのを気にされる方はね、非常にいい選択肢かなと思います。ただね、このコントローラー背面が2ボタンしかついていなくてですね、ちょっとね、そこは物足りないかなっていう風に感じます。トリガーストップの方はね、マイクロスイッチボタンに変わるトリガーストップがついていて非常に押し心地が良くて、ここはね、素晴らしい出来で、全体的な完成度っていうのは非常に高いコントローラーになってます。このコントローラー見た目も結構いい方かなっていう風に思うんですよね。LED ライトがこうやんわりと光ってね、かなりデザイン性も高いコントローラーになってるかなと思うんで、そういったところ気にされる方にもいいかなと思います。こちらはね、黒なんですけど、白の方もかなりね、ライティングが綺麗なのでおすすめです。はい、ここまでね、5台のコントローラーを見てきたんですが、ここからのトップ3の3台に関してはね、本当にガチで Apex におすすめなコントローラーになってきます。特にこだわりがなくて Apex でね使って十分強いコントローラーっていうのが欲しいよとかですね、 PC で、Apex をやるっていう方にはね、このトップ3から選んでいただくのが間違いないかなと思います。はい、というわけで3位を見ていきたいと思います。はい、第3位のコントローラーはこちらのコントローラーになります。フライディジの Vader 4 Pro っていうねコントローラーです。かなりね人気の高いコントローラーで、知名度もかなりあるコントローラーかなと思うんですが、こちらのコントローラーですね、ホールエフェクト採用しているということで、スティックの方はね、デフォルトでは結構な低感度になってしまっています。なので、こちらのね、リニア化っていう設定をね、設定ソフト、フライディジスペースステーションの方で入れてあげるとですね、非常にエイムのしやすいですね、めちゃくちゃ当たるコントローラーになると思います。サイクロン2とかと同様ですね、このトップ3のコントローラーはね、リニア化とかをやってあげればですね、ものすごく当たるですね、コントローラーになってます。ベーダー4 Pro に関してもですね、サイクロン2と同様ですね、トリガーストップはマイクロスイッチのボタンになるですね、非常に押し心地のいいトリガーになってます。またね、なんといってもね、大きな特徴っていうのがですね、ここにあるダイヤルを回すことでですね、スティックの重さが変わるっていうね、この、スティック調整機能ですね。こちらが非常にね、いいですね。Apex では割とね、軽めに設定して、遊びたいっていう方が多くいらっしゃるので、こちらのね、スティックの、重さっていうのを変えられるっていうのは非常にいいかなと思います。ただね、背面は4ボタンついてるんですが、この内側の背面ボタンがやや押しづらくてね、こう持ってやるとですね、外側の背面ボタンにはピタッとね、中指が来るんでいいんですが、内側の背面ボタンをこうやってね、移動してあげなきゃ押せないんですね。なんでワンテンポ遅れてしまうというところで、ここの押しづらさっていうのがマイナスポイントになるかなと思います。またね、遅延は他のコントローラーに比べるとやや大きめになっているので、そこが気になる方っていうのは、他のコントローラーを選んだ方がいいと思います。ベーダー4 Pro に関してはですね、ちょっとおすすめ設定っていうのがあるので、ちょっとそちらを見ていきたいと思います。はい、ベーダー4 Pro の設定ができるですね、フライディジスペースステーションっていうね、設定ソフトウェアの方に来ました。スティックの方はこちらでね、リニア化設定っていうのをやってあげていただけたらいいかなと思います。さらにですね、ここをクリックまたはね、この機能設定というところからですね、ジョイスティック中央感度を速いっていう風に設定してあげた上でですね、Apex ではね、スティックの精度っていうのをですね、12ビットではなく8ビットっていう風に設定してあげると当てやすいっていうね、感覚があるので、こちらの設定をね、おすすめします。フォーリングレートはね、1000Hz でいいと思います。スティックでバウンスっていうところはオフ
ジョイスティックリバウンスアルゴリズムもオフですね。こういった設定っていうのがね、Apex Legends では非常に強いかなと思うので、ぜひね、この設定を入れて使ってみてください。このコントローラーですね、他のコントローラーと比べるとやっぱりこのね、スティックの重さ調整機能っていうのがあるのがね、大きな特徴で、やっぱりこれがね、使いたいっていう方が使うのがおすすめなのと、あとはね、スティックの遊びっていうのがね、全然ないコントローラーになっているのでですね、このスティックの遊びっていうのがあるのが嫌だよっていう方はね、このコントローラー一択かなと思います。これのおかげでエイムがね、すごくやりやすくて、特にね、中遠距離とかでね、このエイムがしやすいっていう方はいらっしゃるかなと思いますね。持ち心地っていう点ではちょっとグリップが太く感じてね、Xbox のね、純正コントローラーとかと比べるとちょっとね、大きめには感じるんですが、デュアルセンスと比べるとね、そんなに大きいっていう感じもなくね、まあまあこれならね、ほとんどの方が、全然使っていける大きさなんじゃないかなと私は思います。まあとにかくね、このコントローラーはね、当たるコントローラーだなって思うので、価格もトップ3では一番安いっていうことで、しっかりね、Apex で使えて、かつ、価格も抑えたいよっていう方にはね、このコントローラーがおすすめかなと思います。はい、続いて第2位がこちらのコントローラーになります。はい、こちらは随機のエボトップっていうね、コントローラーになります。こちらのコントローラーもですね、スティックのレスポンスカーブに関してはですね、デフォルトでは、ホールエフェクト採用のスティックっていうことで、低感度になってます。なので、リニア化っていう設定をしてあげる必要があるんですが、このコントローラーに関してはですね、ここの、パネルでね、タッチパネルがついていてですね、こちらで、設定を行うことができるようになっています。でね、スティックの反応曲線っていうのを反応重視っていう風にやってあげてですね、マイナス2っていうのが、一番ね、リニアに近い設定になるかなと思います。実際使ってみるとですね、マイナス2かマイナス3どちらかね、お好みの方で、設定してあげるといいと思います。全然ね、マイナス3でも高感度すぎるっていうことはなくてね、めちゃくちゃ当てていけるので、マイナス3っていう設定もかなりおすすめですね。マイナス2だとやや、低感度気味で、マイナス3だとちょっと高感度気味っていうね、感じになるので、どちらかね、好きな方の設定を試してみていただけたらいいかなと思います。私は結構マイナス3で使っていることがね、多いコントローラーになってます。このコントローラーはですね、トリガーストップがボタンにはならないね、ストロークが短くなるだけのタイプのトリガーストップになっているので、先ほどまで紹介してきたですね、サイクロン2やベーダー4プロと比べるとトリガーはやや劣るかなと思います。このコントローラーがなぜ2位に、ランクインしているかというとですね、とにかくね、当たるコントローラーだなっていうのが、その理由になっています。これはどうしても私の感覚になってしまうところではあるんですが、このコントローラーは本当にね、今回ランキングで紹介しているコントローラーの中で一番当たるコントローラーだと思います。無線でもね、このコントローラーはね、低遅延っていう特徴があります。十分 Apex もね、無線で使っていけるコントローラーになってます。ただね、やっぱり価格がちょっと高めっていうことと、ね、かなりずっしりくる重さがあります。背面ボタンもちょっと独特なね、配置になっていてですね、ちょっとこの下側の背面ボタンは私はね、誤爆しやすいかなと思いました。あとね、気になる方が多いのはこのね、マイナスとプラスっていうね、このセレクトとスタートボタンですね。意外と Apex では使うことが多いボタンかなと思うんですけど、ここが結構押しづらいっていうのも気になる方は多いです。またね、充電が完全に切れてしまうとですね、有線接続しても使えなくなってしまうので、ある程度ね、充電されるまで待つ必要があるっていうのもマイナスポイントだと思います。またね、こちらのコントローラーですね、すごく当たるっていうのの原因かなっていうふうに思うのが、このね、入力の震えなんですよね。ピックとかね、あとはこのトリガーもそうなんですが、こんな感じでね、すごく、今ね、これが左トリガーですね、押してるんですが、すごく数字が震えてるのがわかるでしょうか。こういうね、全くフィルタリングがされていない素の入力っていうのがね、コンピューターに入っていくので、これがね、すごくね、当たりやすい原因なんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけど、これが原因で、このね、トリガーを甘めに押した時にこうトリガーが震えてね、オンオフを繰り返すっていうことが起きたりします。このせいでね、単発武器が連射になってしまったりっていうことがあるので、
そういったところでもね、ちょっと気になる方はいらっしゃるかもしれないです。まあそんなわけでね、かなりマイナスポイントもものすごく多いコントローラーにはなってきます。なので、人を選ぶコントローラーっていうところは注意が必要だと思います。私はね、今、これをメインコントローラーとして Apex をね、遊んでいるんですが、まあめちゃくちゃ当たるのでメインコントローラーにしているっていう感じになっていて、まあね、他の部分ではね、かなり気になる点は多いコントローラーになってます。もうとにかく当たればそれでいいと。最強のコントローラーが欲しいんだっていうね、そういう方におすすめのコントローラーになってます。はい。というわけでね、最後ですね、第1位に輝いたコントローラーは、もうね、恒例になっているかなと思います。こちらのコントローラーです。ビッグビッグウォン、現在モジョンって言いますが、そちらのブリッツ2っていうね、コントローラーです。はい。ブリッツ2にはね、ブリッツ 2TMR っていうコントローラーもあるんですが、Apex で使う場合は絶対にこちらのね、ブリッツ2の無印版をおすすめします。実はこちらのコントローラーですね、以前はね、低感度だっていう風に私はね、説明していたんですが、私のね、計測ミスか、もしくはね、ファームウェアアップデートと、再キャリブレーションによってね、変化したのかですね、現在、改めてですね、精度の高い方法で、スティックのレスポンス株を計測してみると、このコントローラーはリニアっていうことでした。本当にね、間違っていたら申し訳なかったなと思うんですが、今はね、ちゃんと測り直すとリニアなので、こちらのコントローラーに関してはね、特にリニア化設定っていうのをやる必要はなくなっています。このね、ブリッツ2の無印版に関してはですね、アルプス製の接触式スティックが採用されています。なので、デュアルセンスとかとね、同じ感覚でね、エイムをすることができます。ちょっとね、このスティックのね、形状っていうのが独特で、ややね、ちっちゃい感じがするので、このまま使うとね、ちょっとね、エイム、違和感はあるかもしれないんですが、このね、プロフリーク V2 みたいなですね、フリークをはめてね、使ってあげたらですね、その違和感っていうのもだいぶね、少なくていいかなと思います。まあなんといってもやっぱりこのアルプス製スティックっていうのはね、遊びの感じとかですね、やっぱりリニアっていうところのね、良さっていうのでね、非常にね、エイムはしやすいコントローラーになってます。あとね、ボタン類っていうのがほぼ全てね、マイクロスイッチになっているコントローラーなので、すごくね、押し心地がいいコントローラーになってます。こちらね、アナログトリガーじゃなくて、最初からね、このボタン式のトリガーになっているんですよね。で、このね、ボタン式トリガーはマイクロスイッチですし、この LB、RB もね、マイクロスイッチっていうコントローラーね、かなり珍しいかなと思います。ABXY ボタンとかね、すべてマイクロスイッチになっているっていうところで、とにかくもうね、使っていて快適そのものです。こちらのね、トップにある追加ボタンっていうのもマイクロスイッチなんですよね。まあ、追加ボタンは背面2ボタンとこのね、トップの2ボタンということで合計4ボタンあるのでですね、Apex でもね、十分これだけの追加ボタンがあればいいかなって思います。ただね、ちょっと形状が独特でですね、ちょっと四角くてですね、グリップがちょっと狭い形状になっていてですね、ちょっとね、持ちづらいって感じられる方がいるみたいです。あとね、このトップの追加ボタン2つっていうのがちょっとね、ちっちゃくて、こう、トリガーからこの先の方にね、ちょっと距離が離れているので、このね、ボタンが押しづらいという方もいます。まあ実際私もちょっとね、トップの追加ボタン押しづらいかなっていうふうに思いますね。まあ、あとはね、アルプススティックなんで、劣化によってね、ドリフトしやすいっていうところもマイナスポイントかなと思います。ただね、そういったマイナスポイントを考えてもですね、非常にですね、このコントローラーでバランスがよくできていてですね、なんといってもね、やっぱりエイムがしやすいスティックっていうところは、最近のコントローラーほとんどがね、ホールエフェクトだったりね、TMR っていうセンサーを使ったコントローラーがね、主流になってきている中でですね、このアルプス製スティックを搭載してくれているっていうところがね、このコントローラーのいいところなんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、このコントローラー使う上で、当てやすい設定っていうのもあるので、ちょっとね、設定ソフトの方を見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、ブリッツ2の設定ソフトウェアですね、ビッグビッグウォンアシスタントっていうソフトになります。
リニアなね、ファームウェアっていうのは313333ですね。こちらのファームウェアにアップデートした上でね、再キャリブレーションしていただいたらですね、確実にリニアなスティックになるかなと思います。デバイスに接続ってしてやってですね。で、このね、デバッグっていうね、ここのボタンを押します。そしたらですね、ステップ精度設定を256っていうね、設定にしてあげてください。もともとはね、アダプティブってなっているんですが、ここを256ってやってですね、さらにポーリングレートの設定をね、2000Hz からね、250Hz にあえてね、下げてあげます。この2つの設定をしてやるとですね、Apex がかなり当たりやすくなるような感覚があるのでおすすめです。この設定をしてあげるとね、もう文句なく当たるコントローラーかなと思います。やっぱりね、エボトップは特別当たるかなっていう感覚はあるんですけど、このブリッツ2はね、もうそれにかなり肉薄するというかですね、相当近いぐらいね、この設定をしてあげると当たるので、かなりね、やっぱりこのコントローラーはね、おすすめですね。私ね、結構おすすめコントローラーとしてね、いろんな、動画でね、ブリッツ2をナンバーワンにしているせいかですね、ビッグビッグオンからお金もらってんじゃないかみたいな話をされたりするんですが、残念ながらというかですね、全くお金をもらったりしてなくてですね、コントローラーの提供すら受けたことがなくてですね、ただただね、このコントローラーが一番いい、なんでしょうね、おすすめするときっていうのはやっぱりですね、明確な欠点があるコントローラーっていうのはおすすめしづらかったりするんですよね。そういうところがね、かなり少ない、コントローラーかなっていうところでね、非常におすすめしやすいコントローラーということもあってですね、ブリッツ2をね、1位にすることが多いんですが、Apex はね、結構当てやすさ重視で今回のね、ランキングっていうのは選んでみました。その中でね、ブリッツ2はね、当てやすさっていうところでもね、かなりね、レベルが高いので、バランスもね、すごく良くて、欠点もね、明確にこれが本当にダメだっていうところもなくて、すごくね、いいコントローラーかなって思います。一点ね、本当にね、明確な欠点だなと思うのはこのデザインですかね。はい。さすがにこのデザインはね、もうビッグビッグウォンのね、伝統というかですね、本当にね、ちょっとダサいかなと私は感じます。そこがね、どうしても気になるっていう方はですね、サイクロン2とかですね、ベーダー4 Pro の方をね、選んでいただいたらいいかなと思います。このあたりのコントローラーですね、どれも本当に素晴らしいコントローラーなので、見た目とか、あとはね、機能面で自分に合うコントローラーっていうのをね、ぜひ選ぶ参考にこの動画をね、していただけたら嬉しいです。以上ですね、Apex Legends のね、おすすめコントローラーランキングということで、コントローラーを8種類ですかね、ご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。今回の動画を作成するにあたってですね、背景にも流していたようにですね、めちゃくちゃね、いろんなコントローラーでランクを回したりね、してきました。しかもね、レスポンスカーブの計測をね、昔はね、デジタルノギスでね、測っていたんですが、今はね、こちらのデジタルマイクロメーターっていうのを使ってより精度高くね、計測するっていうことができるようになりました。元々のね、デジタルノギスを使った計測方法ではですね、中立付近のね、感度っていうのをうまく測定できていないことがね、分かってですね、こちらの方でね、中立位置っていうのをしっかりと割り出して計測するっていうことができるようになったっていうのもですね、かなり大きくてですね、今回結構なコントローラーでですね、リニア化設定っていうのも更新することができました。よかったらね、新しい方のね、リニア化設定をね、ぜひ試していただいてですね、以前の方がね、好きだよっていう方はね、全然そちらでね、使っていただいてもいいかなと思うんですが、今回ご紹介した方がいいよっていう方も絶対いらっしゃるかなと思うのでですね、ぜひお試しいただけたらね、いいかなと思います。Apex のね、エイムアシストだったりっていうところはね、本当によくわからないところが多くてですね、実際に試さなきゃわからないっていうところで、私なりにね、精一杯ですね、いろんなコントローラーを比較してね、検証して、今回の、動画を作成してみたのでですね、ぜひね、Apex で使うね、コントローラーを探しているよっていう方のね、参考になったら嬉しいです。はい、それで私はね、こちらのモノルっていうね、ウェブサービスの管理人もやっています。こちらでね、今回ご紹介したいろんなコントローラーのね、レビューだったりっていうのも見ることができるようになっているのでですね、ぜひ Apex で使った感想とかね、口コミで書いていってくださったら嬉しいです。概要欄の方に今回ご紹介したコントローラーのね、
モノルへのリンクっていうのも掲載しておきますので、ぜひね、そちらの方からチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、以上、モノルでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。